皆さんこんにちは、フジロクです。今回は全粒粉のチョコクッキーを作っていきましょう。こちらのクッキーですけど、コンビニでよく見かけますよね。実は私、学生時代このクッキーすごく大好きでよく食べてたんですけども、今回は簡単なので一緒に作っていきたいと思います。ぜひノートを取ってご覧ください。それでは材料を説明していきます。今回のチョコクッキーの実は裏の主役はこのお塩です。お塩を入れ忘れてしまうとただの甘いクッキーになってしまいます。必ずお塩を忘れないようにしてください。このお塩の名前ですが、フルールドセルというフランスのお塩になります。今回お塩は 1g です。1g はだいたいこの1つまみ3本指でつまんだものを2回ほど入れると 1g 程度になります。粉砂糖の中に一緒に入れておきましょう。フルールドセルがない場合は普通のお塩でもいいのですが、精製塩などサラサラのお塩ではなくってしっとりしたお塩を使ってください。続いてバターを柔らかくしていきます。無塩のバターを使用してください。これを柔らかくしてから先ほど測っておいた粉砂糖とお塩を2回に分けて加えていきましょう。粉砂糖は軽くて飛び散りやすいので、すぐにハンドミキサーのスイッチをつけるのではなくって、ぐるぐる混ぜて馴染んでからスイッチをつけるようにしてください。このように白っぽくふんわりとしたら2回目の粉砂糖とお塩を加えてさらに混ぜ合わせていきましょう。さらにふんわりと仕上がったら続いて卵黄を加えて泡立てていきます。卵黄が混ざったらこの中にアーモンドプードルを加えて混ぜ合わせていきましょう。アーモンドなどナッツ類にアレルギーがある方はこの部分をきな粉に変えていただいても大丈夫です。きな粉に変える時もグラムは変えなくて大丈夫です。同じ量のきな粉を加えるようにしてください。続いて全粒粉と薄力粉をふるいにかけていきましょう。今回のこちらのクッキーですが、全粒粉のプチプチとした食感が美味しいので、必ず薄力粉だけではなく全粒粉を入れるようにしてください。薄力粉と全粒粉をバターの中に一気に加えていきましょう。あとはゴムベラで混ぜ合わせるだけです。最初は飛び散りやすいので優しく混ぜるようにしてください。今回使用している全粒粉ですが、ロクキッチンのオンラインショップでも購入することができます。無農薬、化学肥料を使っていない安心安全の全粒粉になりますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。生地がこのようにまとまればラップの上に取り出していきましょう。ラップの上に生地を取り出したら、粉っぽいところがないか、バターの混ぜムラがないかをしっかり目で見て確認して手でこねていきましょう。全体にツヤが出て生地が均等になれば薄くして冷蔵庫に入れて冷やしておきます。およそ1時間ほど冷蔵庫で寝かせておきましょう。そしてできたのがこちらになります。冷蔵庫から出したばかりの生地というのはとても硬いんですね。持ち上げるとひびが入ってしまいます。この状態ではきれいにクッキーを伸ばすことができないので、少し手で揉んで柔らかくしてから使うようにしましょう。目安はですね、このように指の跡がしっかり残るぐらい、これぐらい柔らかくなったら生地を伸ばしていきます。生地を伸ばすときはこのようにラップで生地を挟んであげると綿棒も台も汚れずに済みます。生地の厚さはだいたい8ミリ程度です。薄くしても分厚くしてもどちらでも構わないのですが、大事なのは焼き時間です。8ミリより
薄い場合は焼き時間が短くなって、8ミリより大きな場合、1センチぐらいの分厚いものを焼く場合は焼き時間が非常に長くなります。なので8ミリを目安にして時間を調整してみてください。そしてクッキーの型で生地を抜くときは、このように両面に打ち粉をしておきましょう。打ち粉は強力粉です。そして抜いたクッキーの生地を天板に並べていきます。今回使用しているこちらの黒いタイプのクッキングシートありますよね。これ名前をシルパンと言います。クッキーやシュークリームをサクサクパリパリに焼くのにすごく適した繰り返し使えるクッキングシートになります。お値段は結構いいお値段するのですが、何度も繰り返し使えるので一つ持っておくととても便利です。クッキーが抜けたら表面に穴を開けていきましょう。フォークでもいいですし、このように竹串で穴を開けても構いません。穴を開けた方がサクサクに仕上がります。クッキーに穴が開いたらオーブンで焼いていきましょう。この時点でもしクッキーが柔らかくなってしまっていたら、一度冷蔵庫や冷凍庫でクッキーを硬くなるまで締めてください。冷たいクッキーを高温でしっかり焼く。それでサクサクになるんですね。クッキーが柔らかくなっているのを強制的にオーブンで焼くことだけはしないでください。170度に予熱したオーブンでおよそ15分から20分焼いていきましょう。今ちょうど15分ですね。15分でちょっと白かったので3分ほど追加しました。合計で18分焼いたのがこちらになります。このような焼き色に仕上がったら完成です。それではクッキーの裏面をチェックしていきましょう。クッキーはですね、裏を見てチェックするのが一番わかりやすいです。このようにしっかり茶色く焼けていたら大丈夫なので、焼けたかどうかのチェックは裏を見てきつね色になったかどうかでチェックをしてください。クッキーの粗熱が取れたら、クッキーの裏の部分にチョコレートをつけていきましょう。チョコレートは湯煎で溶かしたもので構いません。テンパリングをする必要はないので、湯煎に当ててチョコレートを溶かして、その中にクッキーをただ浸すだけです。クッキーの中にも砂糖が入っているので、チョコレートはミルクのチョコレートよりもビターの方が美味しいと思います。なるべくビターのチョコレートを塗ってください。そして残ったチョコレートで模様を描いていきましょう。このようにクッキングペーパーで作ったコルネの中に今日はチョコレートを入れました。このコルネ作るの難しいですよね。これができないという方はビニール袋などでも構いません。チョコレートを絞るときはこのように格子状に絞っていきましょう。そしてこの絞っているチョコレートなんですけども、下の土台の部分が乾いていない方が綺麗に見えます。乾いてしまってから模様を描くと模様が浮いたように見えてしまうんですね。ナチュラルに見えた方が結構綺麗だったので、私はチョコレートがまだ乾ききっていない時にあえて絞っています。なので皆さんもチョコレートが乾く前に絞るようにしてください。そしてチョコレートが全部絞りきれたら、天板ごとで構いませんので、冷蔵庫や冷凍庫で冷やし固めるようにしてください。そしてしっかりと冷やし固めることができたら完成です。今私が作っている時がちょうど夏場なので、チョコレート溶けやすい時期になっているので、保存は冷蔵庫になるのですが、冬場の場合、部屋がですね、寒い場合は普通に常温に置いてても大丈夫だと思います。夏場は冷蔵庫で保存、冬場は常温で保存してください。賞味期限はおよそ1週間程度です。冷蔵庫で保存して食べ頃は当日からだいたい3日目ぐらいになります。日が経つごとにどうしても湿気てしまうので、できるだけお早めにお召し上がりください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。